皆さんこんにちは。ベルボトンギターズ高木宏樹です。今回のこの動画では生徒さんからお借りしたジェームス・タイラーのこの高級ギターと一緒にブルースセッションとかですごく役に立つ3コードの見つけ方ですね。これをやってみたいと思います。ではやっていきましょう。僕は普段ですね、国立と立川のこの中間あたりのこのスタジオで、ギター教室を運営しています。オンラインレッスンもやってますので、興味のある方は概要欄の方から、ホームページをチェックしてみてください。それでですね、以前、Kindle 出版の方から、親子のためのギターブック、親子で、ちょっとギター始めてみたいとかっていう小さいお子さんがまだちっちゃいお子さんがいる方々とか、兄弟で、ギター始めたいとかそういう方がいらっしゃいましたら、こちらも概要欄の方からチェックしてみてください。で今日、やることはですね、基本的なことなんですけども、ジャムセッションとか、例えば友達とパッとこうブルースとか合わせる時とか、キーが分かってればどんなキーでも、ギター指板上で3コードを見つけるっていうのをやってみたいと思うんです。これすごく役に立ちまして、3コードが分かるっていうことは他のコード、他のねダイアトニックコードとかそういうの、ダイアトニックコードっていうのを知らない人もいるかもしれないですけど、それは今日は置いといて、音楽の上で一番、ブルースで最も重要なコードですね、3コードですね。それをパッと見つける、どんなキーでもパッと見つける方法っていうのをやってみたいと思います。でギターって長いこと弾いてる人とかよくわかると思うんですけど、開放弦で E、A、D、G、B、E ですよね、この開放弦。これ海外ではなんかジョークだと思う。もちろんジョークですけど、エディ、エイト、ダイナマイト、グッバイ、エディと覚えるやり方があるみたいなんですけど、よく僕がね、英語ちょっと知ってるちっちゃい子供とかねにはこういうふうにして教えてるんですけども、僕の本ではもうちょっとねこう真面目な感じで当てはめて、エレファントとかね、エアプレインとかそういうのに当てはめて、その親子のギターブックではやってるんですけど、英語圏アメリカなのかな、ちょっとわからないですけど、そこではというか、エディ、エイト、ダイナマイト、グッバイ、エディとちょっと真剣に考えて恐ろしいような英語の文に当てはめて覚えるみたいですけど、このキーですね、 E のブルースよくありますよね。これ例えばこれ3コードの進行がありますよね。これは、ベースを捉えるんですね。 E の開放弦がキーですよね、この場合。6弦開放弦の場合は、2つ目のコード、展開するコードですね。それは必ずね、ギター上でこういうふうに次の細い弦に行くと覚えるんですよ。この場合 A ですよね。 E、 A ですよね。でこのロックンロールのパターンってこういうブルースのパターン、これに当てはめてもいけるわけです。で
3つ目のコードは必ずこのキーの6弦がキーでした。ここじゃないですか。こっからここを含めて123フレット、この場合ですと B の音5弦の2フレットですね。ここになるって覚えておくんですよ。だからこのパターンあります。こういうパターンに当てはめるわけです。でも、ジャムセッションとかパッと見つけた時にこう目で覚えとかないとダメなのは、この6弦だったら2つ目のコードはこの隣の細い弦のコードなんだなっていうことをこう機械的に覚えちゃうわけです。で3つ目のコード、まあブルースのサビですよね。ここから下がっていく時のサビのコードは、そっから今発見した細いこのルキーから考えて隣の弦の2つ上、もしくは分かる人でしたらこれパワーコードってこの形あるじゃないですか。この形に必ずなってる。今これ E のねキーの音が開放弦になってるんで、ここに仮に置いてこうやって小指押さえるとパワーコードの形の小指のところに3つ目のコード、ブルースのサビのコードが来るって覚えるわけです。まあコードネームもねそれでパッと分かった方がいいですけど、最低キーだけの音がどの場所かっていうことが分かればとりあえず弾けるわけです。6弦ルートの場合はそうです。例えばこれを G にしたとするじゃないですか。6弦ルートの G って言ったらここですよね。そうすると、まあ、パワーコードじゃなくてこうバレーコードで説明しますけど、このコードG のキーですね。で次のコードはさっきと同じように6弦から見て一つ細い弦の隣のルートになるわけです。この場合 C ですね。で C7。で3つ目のコードが人差し指を置いてパワーコードの形を作れば、小指の場所がブルースのサビですね。 G のキーのブルースのサビ、この場合 D になるわけですね。C に戻って G。 これがいつも成り立つわけです。成り立つわけですね。この3コードが成り立つわけです。6弦ルートですと必ずこの形、とりあえず G のブルースで、まあリズムはこうドラムの人とかね他の人にジャムセッション行った時に合わせるとは言っても、コードだけはここら辺でこのいわゆる F みたいな形の小指離すと一番簡単な G7 セブンスコードの形になるので、これでなんとかやるわけです。で C の時ここにルートがあるなって意識しておいて、 G の隣ですよねここね。で中抜けば C のバレーコードあるじゃないですか。この3つ並ぶやつ、これの真ん中抜けばセブンスコードになるので、1個だけ抜くとセブンスコードになると覚えてる。で D はパワーコードの小指のとこだから D っていうかね3番目のコード、これも同じ形で G。 とりあえずこのルートだけ意識してもらって場所、この
コードのフォームを合わせるわけです。まあこうやって、まあナインスコード知らない人でもそうですけど、ナインスコード例えばこの C9 のコード弾いてる時でもこれ C9 のコードって言うんですけど、これも中指の音がルートになってるわけです。こうですね、 G のとこから G で G7 弾いといて、で次 C9、でサビのところ D9、こうやって覚えておくわけです。そしたら6弦ルートはいつもこの形でルートが動いてんなっていうのを意識してもらって、ブルースシンクはね体で覚えるしかないですけど、これでやるわけです。でまあ時々管楽器とかね、ジャズのセッションとかではよくありますけど、 B フラットでやりましょうとかってなっても B フラットってわからないじゃないですか。パッとロックのギタリストってね B フラットでやらないですから、あんまり。で B フラット B、 さっきここで5弦で見つけましたけど、まあ B の音はこれ最低ね覚えないとダメですよね。だからこの場合6弦の7フレットが B で、そこを半音下げるわけです。6フレットですね。ここでセブンスコードを作るわけです。そしたら B フラットのブルースがパッと見えるわけです。さっきと同じです。6弦ルートだとここと必ずこうなるわけです。ですから6弦上のこの音をちゃんと覚えとけば、どのキーって言われてもとりあえず、例えば E フラットね、半音落としでリーダーっていうかテーマ取る人っていうかね、メインでやってる人が半音下げでチューニング地味編とか、セビレボンみたいにしてたら E フラットって言うかもしれないです。で6弦ルートの E フラットしか知らないとしてもここで弾いちゃうわけです。とりあえずちょっと高すぎますけど、極端にだとそうですね。でソロはスケールマイナーペンタトニックしか知らない人でもここにスケールがあるんで、ここでなんとなくここで弾いちゃうわけです。そしたらもうここで完結するわけで、ここだけで。あとはフレーズのねタイミングとかね、それはもう自分で工夫して自分の音でやる、勝負するしかないですけど、まあとりあえずここで6弦ルートはこういう感じで考えます。で5弦ルートも覚えておくと、すごく便利ですね。一番最初にやった6弦の開放弦が E ですよね。エディ・エイト・ダイナマイト・グッバイ・エディのエディ。ここにここが5弦ルートで考える場合は5弦の E の音ってここにあるんですよね。5弦の7フレット。ここでセブンスコード、こういうフォームを使います。7675で1弦鳴らさないでやることが多いですよね。
これは薬指のところが E の音になってるので、ここはキーですね。だから、E のブルースとか E のブギとかね、 E のシャッフルで、セッションしましょうってなったら、5弦ルートでバッキング、例えば一人の人がこっちで低いところでバッキングしてるとするじゃないですか。さっきみたいにこうやったら一緒のことやってもつまんないんで、コードをこっちで弾こうかなってパッと考えるわけです。そうしたらまずキーのコードが E7 がここにあると。で5弦ルートの場合はですね、さっきと逆ですね。ここに小指を置いてパワーコードを作るんです。こうやって。そしたら2つ目のコードは必ずこの人差し指のところに来ると覚えておいてください。そしたらここで6弦ルートのセブンスコードなので、このフォームになりますね。F のような小指外して F7 です。で3つ目のコードはここから3つ上がったここなんですけど、そう考えてもいいですし、逆にキーの E の音がありますよね。ここから1個太いところに変わったとこ、真上の太い弦、この場合は B7 ですね。ここのフォームでいきます。これで3つ見つかったわけです。必ずね、5弦だとこことキーがここだとこういうポジションですね。で5弦ルートでも必ずこの形になるっていうのをね、記憶しとくんですよ。ただ5弦の上の音は覚えとかないとダメですよね。最悪セッションしてる人に5弦の例えば E、今 E やっちゃったから D フラットのキーでやる人はなかなかいないですけど、 D フラットのブルースどうしてもやりたい人がいた場合は D フラットはどこだろうって考えるわけです。チューニングの音を覚えてない人も珍しいとは思うんですけど、ここに D があるんですね。5弦の5フレット、ここを半音下げる、ここにさっきのコードを当てはめるわけです。これがキーのコードです。こうやって今 D フラットで弾いたわけです。だからここまでいっちゃうと開放弦が絡んできちゃうんで、ちょっと工夫っていうかね、覚えとかないとダメですけど、高いところでバッキングする時とか、例えば G でね、一人の人がギタリストが3人ぐらいいてソロ回したりとかね、バッキングがうるさい時とかあるじゃないですか。そしたら一人の人がこっちでこうやって弾き始めちゃったら、僕はちょっと違うところでやろうと思って、ちょっと普通はね、高いところでぶつかんないようにこっちでやりますね。ここは薬指が5弦の G の音になってるわけです。で C、 さっきと同じだ。そうやって覚えるわけです。このね、6弦ルートと5弦ルートのこの2つをいつも3コードをパッと弾けるようにしとけば、
ブルースセッションでまず困ることはないと思います。もちろんソロとかねポジションいろいろ覚えることはありますけど、とりあえずねコードを弾きたいなってなった時はね、みんながどのポジション弾いてるかって見なくてもキーさえ聞いとけばこれで乗り越えることができます。これはかなり便利なので、しかもこの3コードのポジションが分かれば他のポジションも目安となってね、他のコードとかマイナーコードとかね、いろんなコード進行あるじゃないですか。それもこう捉えやすくなるので、ぜひこれをマスターしてみてください。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。今回の動画が役に立ちましたら、高評価ボタンとチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。